Hey guys, welcome to my channel. 例の回の続きでございます。前回の動画ご覧になられた方は皆さんご存知かと思いますが、悲しい事故が起きてしまいまして、キャブレターの中の重要部品であるフロートバルブを紛失してしまうという、悲しい事件があったわけなんですけどもね、あれからすぐに注文させていただきまして届きました。はい、今回はカスタムジャパンさんで購入させていただきました。ありがとうございます。うわ来た来た、うお来た。はい、こちらです。鈴木純正部品13370の 22G10。はい、こちらです。フロートバルブのアッシーになってますね。こんな小さい部品、これで皆さんなんと送料を入れて3300円です。高いけどどうやらね汎用品がないみたいで、もうこれ買うしかないらしい。こちら組んでいきたいと思います。キャブレターはお部屋でばらします。で、なくなっちゃったのここね。ここに本来はフロートバルブ、ニードルバルブとも呼んだりするんですけど、ガソリンを、せき止めてくれるストッパーですね。キャブレターの中のフロート内がいっぱいになると、こいつが浮いて蓋をして、これ以上ガソリンが供給されなくなるよという部品なんですけど、それのねかなり重要な部品を僕はなくしてしまうという。本当にみんな気をつけて。で、まずはねここ外します。ここ 10mm ですね。これこれを僕はなくしました。これワッシャー自体は替えがないんだね。流用します。ニードルバルブを入れるんですけど、地味に入れるのむずいなこれ。 OK で、これねちょっとまた組み付けてからまた微調整、油面調整が必要です。とりあえずこれでいこう。で、今日はもうねこういったガソリントラブルはもうこりごりなんで、ホースもね変えたい。で、さらにこちらガソリンフィルターもね今回はつけたいと思います。付属のこれでも全然いいんですけど、ちょっと作業のしやすさを考えてこちらのパワーバンドも購入しました。今回こちらを使います。これだったらね端弁で簡単に調整ができるんで、これおすすめです。 OK で、あとこっちはですね原車につけて調整してカットしたいと思います。ビタミン D 配合キャブレター、これで一応ねもうつけれるんで取り付けていきたいと思います。よし OK、はい、つけます。このジェットニードル入れる時のこの向きがね、位置向きというかちゃんと取り付けれるね位置があるんでね、これミスんないように気をつけましょう。よし、はい、じゃあフューエルホースをねカットして取り付けます。ちょっと余裕持たせた方がいいよね。この辺りでカットします。ちょっとな。よしよし、でよし OK。 じゃあこれでガソリンを入れていきたいと思います。ガソリン落とします。いきますよ。よし、来た。お、いいね。フィルターを通って綺麗なガソリンが今回っていきました。おしゃれ、あざすいいね。はい、で今んとこオーバーフローしてない。ガソリン漏れてきてません。あ、いいねいいね。いきます。かかんねえ。かからん。なんでエンジンは始動しないんですけど、ガソリン漏れてくる様子もなくて問題なさそうです。こんなこともねあろうかと思ってですね、実は私こんなものをね購入したんですけど、あった奮発してこちら買っちゃいました。 NGK 元 DX、はい、こちらねバイク用の高級プラグです。高級というか高性能だね。値段もすごい高いんだけど、これに変えることによってね指導性も上がるし燃焼効率も上がるんで、ちょい乗りで気持ちよく走れるようになるんじゃないかなと思います。交換します。さっきまで疲れた。いい運動ですね。いいね。ちょい乗りダイエットでもするか。ちょい乗りってこれ重さ35キロだ。35キロ、子供じゃんこちらです。 NGK のCR6HDXS、先端はイリジウムプラグと一緒ですね。てかこれイリジウムプラグなのか。手袋してるとこれ感覚わかんないんだよな。お、来た。よし、 OK で、よし
はい、プラグの交換が完了しました。それではかかるかな。おお、来た来たよ。弱いけどとことこ言い始めた。来た。来た。おお、今夜あたり交通量が減ってから再びガソリンスタンドを目指したいと思います。翌日です。ここまでね、やってきたこと、プラグ交換、タイヤ修理、パワーフィルターの装着、キャブレターの修理、あとレギュレーターの交換、それぐらいしかやってないんですけど、はい、とりあえずね、なんかガソリンの漏れっぽいものもなく、見た感じは問題ないです。エンジンもね、これすぐかかるんですよ。ちょっと見ててくださいね。はい、こんな感じでね、非常に調子はいいです。というわけで、ちょっと今からこの子で近所走ってみたいと思います。怖っそれじゃあ行ってきます。行くか。怖えな。調子いいね。おお、いいよいいよいいよ。待って、めちゃめちゃ遅いぞこれ。いやちょっと待って、マジで遅い。よかった、後ろに車いなくて。遅えやばい、これめちゃめちゃ遅いし、エンジンめっちゃ回ってるし、ちょっと怖い。なんかちょっとこっち行こう。ちょっと大通り怖えチャリと変わらん。マジで電動アシストチャリの方が速い。やばい、どうあがいても遅い。これスロットルガバ開けでこれなんマジでちょっとダメだこれ。右曲がります。じゃあね、今停止状態0キロね。0キロから30キロ到達まで、カウントします。よーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16ちょっと待ってすごいこれ、ちょっと待って、これ時速30キロに行くまで15秒かかりますこれいやー、ちょっとこれでも小さいからやっぱり小回りとかすごい効くし、なんか体感折りたたみ自転車に近いかもしれない。でもこういう交通量の少ない裏道だったら快適かもしれん。楽しい。ほらフルスピード20キロ原付って疲れるんやねいやさすが2フォースパワーね、2馬力しかないね。
コメントでも来てたんですけどね、ちょい乗りの排気量って 40cc 以下って聞いたみたいなコメントがあったんですけど、 49cc ちゃんとね普通の 50cc と同じね排気量なんですよ。だけどね2馬力しかない。大半の原付 50cc でもだいたいね3馬力以上あるんですよ。これね2馬力っていうことでね、やっぱね馬力って大切なんだなっていうのをね身に染みましたね。どんだけ回しても進んでいかないのよね。30キロ出すのに0キロから16秒ですよ。自転車の方が速い。でもねやっぱりね楽しいですね。面白い。ただこれをね日常使いするのは、ちょっとしんどいかもしれん。ただ見た目はすごくね好みなんでね、なんとかねこれをこのエンジン的にちょっとワープは難しいエンジンなんで、ちょっとお金に余裕ができたらエンジン乗せ替えたいっすねそれまではこの今乗っかってるエンジンの状態でもうちょっとね速くなるような、もうちょっとパワーを感じれるようなね、そういったカスタムとかしてゆくゆくはね知多半島一周したいと思ってます。ぜひ皆さんコメントなどで教えてください。お願いします。もうねわからんと言いつつもとりあえずあれは買ったよ。強化ベルトなんで、次はね強化ベルト、ベルト交換ですね。あとはなんかおいおいなんかやりながらカスタムしていきたいなと思います。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。それじゃあ皆さんご安全に。ここから家に帰るのがしんどすぎる